どんなに絵が上手くても実は漫画じゃなくてイラストレーターもありだなと思っている人の漫画はやっぱパワーが弱いんですよ。わかりづらいっていうことについて気づいてない作品が多いんです。でも背景ちゃんと描いてる人が実はこう結構長く持つというのはそうかもしれないっていうか、絵を描くって僕子供いるんですけど本当何歳でもできるんですよ。アフタヌーン編集部の鈴木と申します。アフタヌーン編集部の寺山です。アフタヌーン編集部のジュルです。アフタヌーン編集部の高橋です。せーの。小出しや漫画家ディスカバリー Q&A アフタヌーンエディション。インスタグラムで募集した質問に今日は答えていきます。ではもう早速一つ目の質問に行きましょう。おしゃれよ。じゃあ読みます。アフタヌーン編集部について教えてください。どんな媒体ですかとのことですけど。はい。まずはアフタヌーンとはまず月間毎月刊行されている漫画の雑誌ですよね。そうですね。はい。だいぶ客観的なとこから来た。そうですね。そもそもまあでもそうですよね。知らない雑誌の媒体としてこう毎月締め切りがある毎週っていう、そこからちょっと話した方がいいかなと思いましてという。ジュールさん雑誌って知ってた？雑誌はまあ話は聞いてましたけど、フランスとかヨーロッパだとあんまり作られてなくて、最近はちょっとそれみたいな動きはあるんですけど、月間っていう形でもあんまり考えられなくて、どっちかというと1年に2回ぐらいとかそういうペースで出したりするものはあるかもしれないんですけど、どっちかというとレアなんです。あんまり馴染みのない連載の仕方あるんですね。多分今本当に一番勢いがある月刊漫画誌だと。引き作る発言するの一つ。いやいや、ぶっちぎりです。ぶっちぎりはワンオブザじゃなくて。掲載されてる作品多分結構皆さん読んでいただけてるんじゃないかなっていう作品結構多いと思います。なんか一個のヒット作があってだけじゃなくて、随分いろんな作品が多分バーッと作品名挙げたら分かっていただけるんじゃないかなっていう雑誌なんじゃないと働いてる側は思いながら作っています。ジャンルはない。ジャンルはないです。特徴は大人向けであればよくて、あとは面白きゃいいみたいな感じです。なんか大人向けって言ってもキャラクターが大人ってわけではなくて、小学生が主人公の漫画もありますし、高校生もいるし社会人もいるしファンタジーもあるんですけど、なんていうんですかね、こう感情が大人でも通じるというか、そういうのが多い気が僕はしてますけど。グッドアフターの方はもうちょっと明るくて、もうちょっとなんか直接なエンタメ性があって、かすかになんとなくグッドアフターの方がね、年齢層が少し若めなのかなくらいかな、って感じですけど。そうですね。入る気がします。ただ両方に共通しているのは特定の絵柄だったりとかジャンルに偏って、こういうものが売れそうだからやりましょうというような方針みたいのがないのが特徴と言えるかもしれないですね。そうですね。だからこういう場の時になかなか言葉にしづらくて、おそらくアフタヌーン部員全員がそれぞれアフタヌーンとはというものに対して答えているものがなんとなくあるのかなというような気がしていますね。編集長が言っていて僕もしっくりくるんですけど、なんか人間観みたいな話で言うと、同じ人は一人もいないからそういう漫画誌ですって言ってて、だから狙ってこういうその類例を作るっていうことを絶対にあえてしないっていうのはおっしゃっていて、だからそれがそのまま今の編集は10年やってらっしゃいますけど、やっぱそれが雑誌に出てるなっていうその形を作らないっていうのは言えて妙だなって最近思ってはいるんですけど、アフタヌーンならではなのかなと思いますし、そんな雑誌なんじゃないかなとは思ってますね。新人さんに結構聞かれるんですよね。アフタヌーンはどういう作品を求めてますか。
気にしなくていいと。気にしなくていいです。全く。では2つ目の質問に参りたいと思います。なぜ海外のクリエイターにそれほど注目するのですか？海外のクリエイターの視点から生まれたストーリーが日本の読者の心に届くと思いますか？それとも目標はあくまで海外の読者に届けることですか？とのことです。明らかに両方かなと思います。もちろん、海外に見せたいっていう気持ちはあって、その海外の人が作った作品は、海外で認めてくれたらそれすごく嬉しいっていうことはあるんですけれども、最初はまずローカルで作品を、出さなきゃいけないから、日本人も興味持てないっていうことはすごく残念に感じるので、両方を目指しているのが事実だと思います。共通点があるんだとしたら、面白ければ海外とか日本でもある程度読まれると思うので、ただその海外の作家さんこそができるのは、それこそ日本で今考えられてないタイプのストーリーとか環境を描いて、それを書くっていうのは海外の作家さんのできることの一つで、それすっごい多様性があって、いろんなストーリーが作れるから、今まである程度技術的に難しかったっていうところはあったんですけれども、最近だいぶ楽になったから、前よりじゃあやろうっていう気持ちになったと思いますね。海外のクリエイターに注目する理由は多分シンプルで、日本国内の才能とだけ仕事をするより世界中の才能と仕事した方がおもろいものがいっぱい作れるからだと思います。で、海外の方ならではの作品ももちろん書けると思いますし、で読者なんですけど、別に海外の方が書いたから日本の読者に届かないってことはもちろんなくて、実際日本の漫画家さんが書いた作品が世界でこれだけ読んでいただいているってことは逆もまたしかりだろうなと自分なんかは思っています。なのであんまり気にせずに自分が面白いと思ったものを世界にぶつければいいだけで、その答えは出してみないとわからないので、面白いを込めてもらえれば嬉しいなと思います。なんかこの半年1年ぐらいでテクノロジーの向上というものをすごい感じていて、外国の方から応募してくる作品の数がまず圧倒的に増えて、そして画力が高まって、これまで外国から来た作品というのは明らかな外国のそのバンドネーションとかアメコミみたいな作品だったのが、すごく日本寄りの作品になっていて、自然なキャラクターの会話とか表情とかが描かれるようになってきたんで、これは大いに可能性があるなというふうに感じていて、多分これでもっともっと多分外国の作家さんとかとつながる機会があったら、僕たちにとってもとても嬉しいことだなというふうに感じています。僕自身は日本も海外も関係ないし、クリエイターも日本も海外も関係ないと思ってて、同じ人間のやることだし、同じ人間が受けてることなので、差はないのかなと思っていて、変わってきてるのは間違いないし、で明らかに海外のクリエイターの方が日本の漫画の文法を理解し始めてきてるのはもう圧倒的に感じるんですよ。僕映画も小説もなんかそれぞれの文法があると思うんですけど、日本がアメリカンコミックとかバンドデシネも文法があると思うんですけど、日本の漫画だけにある文法が僕はあると思っていて、それを明らかにこの海外の方が体得してきているよねっていうのはすごく強く感じるので、だから本当に先ほどのテレアマの話じゃないですけど、その文法を理解してる人が増えれば増えるほど漫画として面白いものが増えるってことだと思うんで、僕はすごくいいなと思っているし、僕自身で言うと分け隔てなく関係なく才能だけを見ていこうかなっていうふうには思っています。自分自身はその海外の読者じゃないようして自分そうだって、その辺って想像するのに多分限界があるんで難しいですよ。実際にこの作品を海外でこんなに受けるんだみたいなのがいっぱいあるんですよ。変な話、日本国内より海外の方が全然受けがいいみたいな作品だってあるわけもある。
それをじゃあ予見でしたかって言ったら予見全然できないんですよ。ただ多分作家さんは面白いと思って作ったものが届く人が、国内じゃないところにいたっていうだけの話で。そうなんですよね。だから結局どういう文化でどういう生活してるかも想像はするけど体感してないから分かんないですよね。これなんで受けてんだろうと思う時いっぱいありますもん。まずは多分読者の顔が想像できる範囲で届けるということに力を尽くそうというのが最初で、ただジュール君の場合は日本に住んでるし、また外国の文化とか経験があるので、そこに向かって直接という可能性選択肢は全然あるんだろうなと思います。あります。ちょっと外からあれをやってる気はちょっとしますね。フランス人として、それこそその海外からの目線はある程度どうしても残ると思いますけれども、結局、その漫画という共通言語さえ話せれば、自分のテーマを語って自分のストーリーを、作って、それこそ皆さんが言っていたみたいに人に届くっていうわけですね。まずはこの共通言語を学んで、そのルールに従えば、なんとかなるっていう気がします。確かにそうだよね。漫画ってちょっと言語っぽいもんね。なんかね、はい、コマよくわかんないもんね。だって僕も謎文化だなと思うんですけど、こう右から左に漫画流れるんですよ。あんな意味わかんないじゃないですか。普通逆じゃんと思うんですよ。横書きだから。日本語だけじゃん。日本語に合わせて作ってるんですよ。あれが海外の人が見て面白いって思うってちょっと謎だなと思ってて、ずーっと。あとめちゃくちゃ連載とつながってる気がしまして。連載？そう。それこそ雑誌は海外にないっていう話についてるんですけれども、漫画の形にしても、海外で作られた漫画はちょっと日本で作られた漫画が味が違ってて、それなぜかというと、雑誌っていうものがあると。つまり一貫で話を作るんじゃなくて、一話一話で作ってて、でそれはだいぶストーリー作りとか何を大事にするかっていうことが変わると言ってて、で最近何が起きたかというと、そういう雑誌がある、1話ずつで作ればいいっていう意識は広がってて、程度雑誌がないけど海外でも雑誌があるような形で1話ずつで作るようになってて、それでもうちょっと自然になっちゃったんですね。斬新な設定や革新的なコンセプトを持ち、将来性を感じさせる独創的な作品と、シンプルで絵的にも魅力的だけれど丁寧に作り込まれた作品、審査においてどちらが好まれますか？自分にとってもちろんオリジナリティは見つけたいですよね。その新しいことをやろうとする作家さんは探してます、常に。ただまずいい技術的に丈夫な作品が作れないと、そのオリジナリティを手に見せられない。これは確かに他の人と違うけど他の人よりいいっていうことまでたどり着いてないと、ちょっと成功しないだろうなと思うので、まずは作りを磨こう、レベルアップしようっていうことをそれこそいいアイディアを持ってるけどまだちょっと十分なスキルが足りてない人には言います。なんかもちろん一番いいのは両方できる作品なんですけれども、そこまでたどり着くのは当たり前なことではなく、努力が必要なことだと思います。なかなか難しいのは人がやっていないこととか奇抜であることと面白いは必ずしもイコールではなくて、奇抜だから面白いではなくて、奇抜であってかつ面白いという感じだと思うんですよね。だからその斬新さとかそういうのにとらわれついていて、そもそもそれは人の喜怒哀楽を動かすことにつながってるのかっていうことがあまりにかけ離れていたりとか、作り手が奇抜であることを目的化してしまうと、そうするとその次の作品とかでお付き合いすることが難しくなるかなというふうに何年かやってると感じるようになりましたね。だからそこはちょっと作者と対話してそういうのができるかどうかということがプロになれるかどうかというのがね、一つ大事なことかなというふうに個人的には感じております。そうですね。これ
どちらがっていう質問なんですけど、まあ別に二律背反、つまりしているものじゃ本来ないと思うんですけど、審査させてもらうときに、編集者がどこを見てるか、多分編集によってバラバラなんですけど、自分は本当にいろんなところを自分が読む場合は見させていただいてます。例えば丁寧な絵っていうのがとても魅力的な作家さんだけれども、話に個性がないなっていう場合は、もしかしたら原作の人と組んでいただいたらいい作品は書けるかもしれないですし、まだまだ技術は足りないけれどもアイデアがいい方は技術の向上が見込めるかどうかっていうのをまず打ち合わせで聞いてみたりっていう風にすると思いますし、まあそれ以外にもいろんな良さってあると思うんですよね。なんだろうな、演出が気持ちいいとか、セリフの力がすごいぞとっていう、いろんなところがあって、どこが刺さるかだと思います。何かが刺さっていればいいなと思うんですよね。そこがあると、どっか一つでもあると嬉しいなと思います。で、なんだろうな。ただ、丁寧かどうかっていうのは、やっぱ多少重視して自分は見ます。理由は単純で、プロになれるかどうかを見たいからです。プロになる方は、だって応募作品って自分のある意味人生の転換になるかもしれないポイントの時に、丁寧に作れない方ってプロになった時ちょっと怖いですよね。そこを一緒にやっていってもらえそうかなっていう意味で、全力で書いてますかっていうのは見るっていう部分は自分はあります。プロになれるかどうか、つまり続いて定期的に、うちの場合だと毎月例えば原稿を上げていくって大変なんですよ。毎月原稿超大変。これをやる気があるかどうかですね。でも背景ちゃんと書いてる人が実はこう結構長く持つというのはそうかもしれないっていうか、最初の頃はあまり自分は背景とか意識してなかったんだけども、そこをちゃんと丁寧に書いたりとか、例えば資料を調べたりとか、ここが田舎町なのか都会なのかとかちゃんと自分で考えて、この机は硬いのかとか材質はどうなのかとか、そこまで考えられてると、なんかそこはこれから作品をたくさん作っていけるのかなというふうには思ったし、意志の長い作者になれるかもしれないかなって。だからもしもキャラクター作りとか面白いストーリーを考えるのに悩んだときは、そうしたことに力を入れてみるといいんじゃないかなと。異論はあるかもしれないけど、背景にあんまスランプないんじゃないかなと確かに気がします。確かに背景って背景はね、世界の解像度だもんね。どう見てるかな。勢い大事です。パッションすごい大事です。パッション大事ですね。最後に見直すのも大事です。自分の作品をその後書き終わった後。で、次の質問に、参ります。応募前に全てのクリエイターに知っておいてほしいことをたった一つ挙げるとしたら何ですか？内枠使いが。技術的ワード大事ですね。内枠使ってくれ。基準線。なんかこう変形ゴマいっぱい使ってくる原稿、海外の人多い気がする。あれ映像に影響を受けてるからなのかな、わかんないけど、でもスクエアでいいじゃんっていう、内訳使えって思いますね。じゃあ同じ文脈で扉絵を描きましょう。割とこうやっぱ映画から入る人が多いと思うんで、アバンで何ページか入ってしばらくしてから見開きみたいなことが多いと思うんで、最初の扉絵でこの漫画何漫画なのかなっていう風に書いてみるのも、やったことなければもしやってみてほしいなと思いました。自分は抽象的な話になるんですけど、なんで漫画家になりたいと思ったのか、自分がその思いがちゃんと作品に入っているかを確認してほしいですね。やってるうちにわからんくなるんですよ。書いてるうちに。あれなんでやりたかったんだっけを大事にしておいてほしい。それ本当にこもってるかな、それの第一作だぞみたいな気持ち。はい。ちょっとそれにつながってるんですけど、時間はかかります。編集者とのコミュニケーションもそうですし、企画を立てるのは何回も何回もリトライも必要ですし、長いプロセスです。海外の出版の仕方とちょっとそういう面では違ってて、比較を持ってなんかポン1年間バイバイっていう感じで自分で書くんじゃなくて、日常的に編集者とコミュニケーション取らなきゃいけない、磨かなきゃいけない、リテイクしなきゃいけない、書き直しが何度も何度もあるっていうことをある程度
覚悟が必要だと思います。だからその時間はかかるけど、その時間が無駄ではなくて、ずっとそのプロセスの中で学ぶし、ちょっとずつその自分のそれこそ書きたいものを近づけるチャンスにはなると思います。作者の顔が見える作品が好きですね。それは難しいテーマじゃなくても、この人はもう本当に可愛い女の子を描くのが大好きなんだなとか、あとは出来が良いとかじゃなくても、なんでこんなの描いたのちょっと会いたいなって思ったりとか、そういう風になんか作者の顔が分かったりとか、逆に分かんなくてちょっと話聞きたいと思う人に出会いたいなというふうに思っています。自分はなんか本当さっきのにちょっと重なるんですけど、書きたいものが込められてるかどうか、書きたいと思ってるかどうか、そこだけです。どんなに絵が上手くても、実は漫画じゃなくてイラストレーターもありだなと思っている人の漫画はやっぱパワーが弱いんですよ。漫画描きたいなって思ってる人の方が強いと自分は思っていて、その火種があるか、こっちは火種があれば薪をくべることはできるんですけど、火種を作ることができないです、作家の中の。それがあるかどうかを見ています。それが多分、なんだろうな、その人の個性になるんだと思いますね。それは本当、絵であってもいいし、演出であってもいいし、何でもいいです。漫画家ってすごいんですよ。自分で話考えて、演出考えて、絵描いて、全部やんなきゃいけない。逆に言うと、全部をたった一人でできるっていう仕事なんで、最初からそれが全部揃ってなくていいと思います。小回りの技術なんて勉強すればすぐわかりますし。でも、情熱だけはどうにもならない。かなり具体的な話になるんですけれども、多くの海外の作家さんは日本のことを書きたがるんですよね。で、それは正直、やめた方がいいっていうほどまでいかなくても、やるときにすごい考えた方がいいと思います。日本で日本のことを知って、日本のことを日常的に感じてる漫画家さんがあんなに多いのに、その人と戦いたいんですかっていうことを考えてみれば、自分の武器で戦ってみてください。自分にしか書けないストーリーがあるはずなので、もし日本を書くんだったら、日本を自分の視点で書いてみてください。自分の見てる日本。あんまり一般的な想像で作った日本ではなく、自分で感じた日本を書いた方がいいと思うんですけれども、圧倒的に書くんだとしたら、自分の調べれること、自分の経験できたことを優先した方がいいと思います。めっちゃ大事です。めっちゃ大事。最後の質問ですね。落選した応募作品に共通していた点で、クリエイターが気づいていないかもしれないことはありますか？クリエイターが気づいてないのは、落選している人は大部分が人の真似して終わってる感じがします。こういう作品に憧れてこういう作品書いていて、さっきちょっとオリジナリティの話になった時にオリジナリティが飛び抜けすぎて分かんない人もいますけど、大概は何かに似てる作品を自分に合ってるか合ってないかを精査する前に人の真似をして書いてるから、この目に留まらずに落選してる気がするっていうか、自分の憧れに近づこうとしてるんだけど自分に合ってないというか、そんな感じの作品が多い気がします。分かりづらいっていうことについて気づいてない作品が多いです。自分で書いて他の人にほぼ見せずにそのまま応募してるっていう気がする作品が多くて、自分の書いた話は他の人にも届くか、他の人も理解できるかっていうことは、すごく滑りやすいポイントというか落ちやすいポイントなので、まずは他の人に見せてみて、これ分かったのとかっていうことをチェックするのは割と役に立つことかなと思います。面白いとつまらないの下に分からないがあるんですよ。分からないとつまらないとさえ思えないんですよね。確かに。で、これって実際に誰かに見せる、これでももちろんいいですし、頭の中に架空の読者、自分のイマジナリーフレンドを作って、そのイマジナリーフレンドに漫画描いてんだよね、どんな漫画って言った時にどう話すかみたいな、それが全くないとやっぱ
書いてる本人は分かっているけども、読む側には全く分からないっていう状態になっちゃうんで、これもったいないなと思いますね。やっぱ読んでもらってなんぼなので、その工夫が欠けているのは結構共通してる気がしますね。日本の新人賞で落選する作品の本当にもう半分ぐらいは多分オリジナリティとか画力の高い低いとかの手前段階で書いてることを読み取れないっていうことが多くて、それは同じ日本語でもそうだったりするので、今一度こうコマの大きさだったりとか吹き出しが大きすぎないか小さすぎないか、あとこれ誰が喋ってるんだろうとか、そういうどこで誰が何を話してるかとか、その辺を見直すだけでもだいぶこう伝わりやすくなるかなというふうに思いますね。だから書き終えてから1日2日経って読み返してもいいし、あとは自分あんまり漫画を読まない人にちょっと読んでもらったりとか、そうした客観性みたいなものをやってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いました。アフタヌーン編集部や講談社はですね、いろいろな編集がいまして、必ずこうその書き手の良いところを見つけ出してくれる人がいるんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、まだ見ぬ世界の面白いというものを僕たちも見たいと思っているので、ぜひ応募してください。ご覧いただいてありがとうございます。漫画というものは、たった一人で、編集者も入れたたった二人で、世界中をびっくりさせることができる媒体だと思っています。あなたの持っている面白いをぜひ形にして読ませてください。ご応募お待ちしてます。Please try. You will see. Probably you will make something new for yourself, and hopefully together we may be able to make it into something that will reach other people. You have creativity, you have skill that you can always work on, and we are hopefully trying our best to help you. So submit. Trust yourself. かっこいい。これで終わらせた方が絶対いいですよ。この後何も言えないじゃないですか。いや、なんかでも、絵を描くって、僕子供いるんですけど、本当何歳でもできるんですよ。で、それが仕事になるのってちょっとすごいなと思うんですよ。うちの子バーって描きますけど、僕が子供の絵だったら、多分1万円でも2万円でも出して買うんですけど、僕だけじゃないですか、お客さんって。うわーって描いたものがいろんな人にとって価値があるってすごいことだと思うんですよ。でも子供が描いた絵って子供の想像の中で描いたものって頭の中にあるものだけなんですけど、やっぱそれを対話というか、こういうふうにしたらいいんじゃないっていうか、だから多分我々編集者ってちょっと社会だと思うんですよ。子供にとっての親もそうですけど、なんかそういう役割を持ってると僕は思ってるんで、遊びが社会とつながる瞬間っていうのを一緒に作れるといいんじゃないかなと思いますし、そのために、いっぱい初めの一歩を踏み出してもらえればなと思っています。以上です。せーの。ご応募お待ちしてます。